一人暮らしをしているある女性が体験した話です。ある夜、仕事を終えて疲れて家に帰ってきました。マンションの一室、すぐに洗面所に行ってメイクを落とし、部屋着に着替えてリビングに腰を下ろしたところで、はぁと一息ついた。そこで気がついた。リビングに置いてあるテーブル、そこにコップがあって、中になみなみとワインが注がれていました。見た瞬間に女性は立ち上がっていました。というのも、そのグラス、自分が置いたものではなかったから。朝片付け忘れた、そういったものではない。なぜなら、彼女はお酒が一滴も飲めないから、そもそも注がれているワイン自体がその部屋にはなかった。その日は朝から仕事で出かけていた。つまり今帰ってくるまでの間に何者かがこの部屋に侵入してこのワインを置いたということになる。もしかすると今もこの部屋のどこかに隠れているかもしれない。そう思うと怖くなって彼女は携帯電話だけを持ってそっと玄関まで行き、ドアを開けて外に出て、そこで警察に連絡をした。不審者がいるかもしれないと伝えると、警察は数分で行きますと答えてくれました。彼女はマンションの外で警察官がやってくるのを待っていました。しばらくしてパトカーが到着する。降りてきた警察官に寄り添われるようにして自分の部屋に戻った。中をくまなく確認しましたが、部屋の中には誰もいませんでした。ほっとしたのもつかの間、入るとき確かちゃんと私は鍵を開けた。じゃあ、誰がどうやって中に入ってワインを置いて鍵をかけて出て行ったのか不思議でなりませんでした。とにかく侵入者があったということですから、警察が痕跡がないかを調べ始めました。指紋を採取しているうちにワインを見ていた人がそう言って声をかける。これワインじゃありませんね。驚いて近寄ってみた。その人が言うには、グラスになみなみと注がれているのは真っ赤な血液でした。聞いた途端にぎょっとなりました。それまでは気味が悪いと思うぐらいでしたが、一体誰がお酒ではなく血液をここに注ぐのか、狂気を感じてさらに気味が悪くなる。その時、彼女の携帯電話が鳴った。画面を見ると母親から、一体こんなタイミングで何の用か出てみると、父親が交通事故に遭って大怪我をしたという連絡でした。今手術の最中で大変なのだ。全く不幸なことが重なるもので、今自分は警察に来てもらっているし、父親は事故に遭って大変な目に。どちらも気が気ではありませんでした。警察が懸命に調べてはくれましたが、結局犯人はわからないまま、その血液の主もその血液の持ち主も判明しませんでした。ただ落ち着いてから彼女はこうも思ったそうです。もしかしたら父親の血液だったのではないか。事故に遭って大量に出血していた父親、電話をもらった時に手術をして輸血をしていたという。なんとなく私の部屋に置かれたグラスに注がれた血が父親とは無関係とは思えないのだと女性は話していました。